日本でも大ブームを巻き起こす韓国ドラマ。一度見始めると抜け出せず、寝不足になってしまう人も多いですよね。そんな韓国ドラマ、実は BTS もハマっているんです。BTS メンバーはどんなドラマが好きなのでしょうか？今回は気になる BTS がハマった韓国ドラマについてご紹介します。BTS が見た韓国ドラマ。BTS の本国韓国といえば何といっても K-POP、美味しい料理にコスメ、そして外せないのが韓国ドラマです。多忙を極める BTS ですらハマってしまう韓国ドラマの魅力はまさに底なし沼。そしてアーミーとしてはメンバーがどんなドラマを見ているのか気になりますよね。今回は BTS メンバーも見ているドラマについて調査してみました。ジン、花より団子。まずジンが夢中になったのは日本人には馴染み深い花より団子です。花より団子は神尾陽子さんによる少女漫画が原作で、井上真央さんと松本潤さんが主演を務めたドラマは日本でも大ヒットを巻き起こしました。ご存知の方も多いと思います。ジンがハマったのはその韓国版。日本版は原作に忠実だったことに対し、韓国版では韓国らしいドラマ仕立てに、細部の設定は異なりますが、大筋のストーリーは同じように展開していきます。クヘソンさんが演じる主人公は、一般家庭で生まれ育ったごく普通の女子高生。彼女は上級市民にしか入学が許されない進和高校に水泳部の特待生として入学します。しかし身分格差から必要な集団いじめに遭う羽目に、そんないじめに屈することなく真っ向から立ち向かい、イ・ミンホさん演じる大財閥の御曹司とともに困難を乗り越えながら絆を深めていくラブストーリー。最高視聴率は 35.5% と韓国でも高い人気を誇りました。まるで作中の F4 のような美貌やバックグラウンドを持つ人が一視聴者だと思うと不思議な感じです。2019年のテテの誕生日には、ツイッターに、うちのテジュンピョ誕生日おめでとう愛してるよテヒョンとテテの写真付きで投稿。花より団子の学校を仕切る F4 のリーダーであり、主人公と恋に落ちる大財閥の御曹司ドンミョウジツカサは韓国版ではクジュンピョ。パーマヘア姿のテテをジュンピョとかけたユニークなお祝いだったようです。誕生日前にはウィバースで僕の時代にはクジュンピョというキャラが流行していたんだと明かしています。当時どれだけ流行っていたのかわかりますね。テジュンピョも素敵です。シュガ、スカイキャッスル。シュガが放送当時ハマっていたと話すのがスカイキャッスル。富、名誉、権力を手にした一部の富裕層だけが住むことを許された高級住宅街スカイキャッスルを舞台に、エリート医師を夫に持つ妻たちが我が子を一流大学へ進学させるために奮闘するお受験ドラマです。最難関と言われるソウル大学医学部に息子が入学し、幸せの絶頂だったはずの妻がある日、突然命を絶ち、一家が離散。もぬけの殻となった邸宅に新たに引っ越してきたのは、勉学よりも自主性を優先する良識的な家族で、そこからスカイキャッスルには大きな波紋が広がっていきます。このドラマは、学歴を重視する風潮を皮肉めいて描いた作品で、社会現象を巻き起こすほど話題となりました。初回視聴率は 1.7% だったにもかかわらず、最終回では 23.8% という驚きの最高視聴率を叩き出しています。視聴率でどれだけ話題だったか伺えますね。主人公の妻を演じるヨム・ジョナーさんを筆頭に実力派俳優から子供役に注目の若手俳優も多く出演しています。先に視聴していた RM が勧めたことでシュガもハマったというスカイキャッスルは他にも見ているメンバーが多かったよう。メンバー同士でドラマを進め合ったり一緒にハマっていたりするところがなんとも微笑ましい関係です。学歴が重視される韓国で
過酷な受験戦争を強いられる若者たちも描かれているため、このドラマを見ることで、シュガや RM は思うところがあったのかもしれませんね。J-HOPE キングダム。BTS きっての怖がりな J-HOPE がハマっていたのは、意外にもゾンビスリラーなキングダム。時代劇とゾンビという異色な組み合わせの韓国ドラマで、ミステリアスな雰囲気がある作品です。王が病に倒れたという噂が国を揺るがす中、民衆では感染者をゾンビに変える疫病が蔓延。チュ・ジフンさんが演じる王の一人息子である主人公は、王の病と不気味な疫病の関係性を探るため、そして王宮に渦巻く陰謀から民衆を救うために旅に出るというストーリーです。アメリカの映像ストリーミングサービス、ネットフリックス初の韓国ドラマシリーズで、好評につき、シーズン2やスピンオフも制作されています。J-HOPE は、以前ウィバースで、シーズン2は、もったいなくてまだ見てないから、飛行機の中で見るよ、と明かしました。リアルな、ゾンビメイクや本格的なアクションシーンなど、まさに J-HOPE が苦手そうなキングダムですが、怖いもの見たさなのでしょうか。視聴者の中には、J-HOPE と同じようにホラーが苦手な方も多いようですが、続きが気になってつい見てしまうとか。J-HOPE は一体どんな風に見ていたのか、その光景をちょっぴり覗いてみたいですね。RM パチンコ。RM がハマったのは、ニューヨークタイムズ紙のベストセラーに選ばれたミンジン・リーさんの小説が原作のパチンコ。アメリカのアップルテレビプラスがドラマ化に踏み切りました。パチンコは禁じられた愛から始まり、生き抜くために祖国を離れる決断をした韓国人一家を4世代にわたって描いた壮大なヒューマンドラマ。韓国語、日本語、英語の3言語で進行する国際的な作品で、日本からも南果歩さんが出演されています。物語の軸となる一家が、激動の時代を在日韓国人として強く懸命に生きていく姿に胸を打たれる作品です。マイノリティに寛容でない社会で受ける差別やジェンダー格差など、壮大な歴史背景の中で、家族や母の愛が深く描かれています。日本人としてもかなり考えさせられる内容で、感銘を受ける作品です。RM は、インスタグラムのストーリーズで、視聴中の様子を投稿しました。RM が発信することで興味を持ったり、実際に見てみる方も多いでしょう。メッセージ性の強い作品も共有することで大切なことを伝えてくれる RM の誠実な人柄が伺えます。ジミン、君の声が聞こえる。ジミンが夢中になったのは、ロマンスファンタジー、君の声が聞こえる。交通事故に偽装された事件で父親を亡くした少年は、相手の目を見ると、心が読める特殊能力を手に入れます。彼の初恋の人は、父を死に追いやった犯人が捕まるように法廷で証言してくれた少女でした。事件から10年後、国選弁護士となった彼女と再会を果たすも、仮釈放された犯人が復讐を胸に現れ、二人はまたも事件に巻き込まれてしまうことに。主演を飾ったイ・ボヨンさんとイ・ジョンソクさんは、ベストカップル賞を受賞するほどお似合いで、そんな二人の恋模様が爽やかに描かれています。ラブロマンスやミステリー要素が含まれた見応えのある作品で、もやもや感は一切感じません。最高視聴率は 24.1% と大好評で、その人気からストーリーが2話追加されたのだとか。そんな大人気ドラマを見ているジミンの姿を、ドラマを必ず見るというジミンさんの努力を褒めますと、ツイッターに投稿したのが親友テテです。バスタオルをくるくると丸めて枕代わりにし、パソコンを傾けてじっと見入っているジミンが可愛らしい一枚です。まさに真剣な面持ち。こうしてドラマを見ながら、ゆっくりとお風呂に浸かって癒されている姿を見ると、なんだか安心しますね。テテ、私たちのブルース。テテがハマっているのが私たちのブルース。チェジュ島を舞台に、
この島で生きる人たちが織りなす甘くてほろ苦い人生模様をオムニバス形式で描いています。全員が物語の主人公で、別々の人生を歩みながらもどこかでつながっているという温かいヒューマンドラマです。まだ新しい注目作品で、イ・ビョンホンさんやチャ・スンウォンさんをはじめ、豪華キャストがその名を連ねています。そして、私たちのブルースといえば、OST にジミンが初めて参加することでも話題になりましたね。ジミンとその友人であるワン出身のハソンウンさんがコラボしたWith Youは透き通るように美しく優しい楽曲でリリースするやいなや世界記録を樹立しています。アーミーからは天使の歌声と称賛の嵐。ドラマの世界観にもぴったりです。テテは私たちのブルースの配信を楽しみに待っている様子をインスタグラムのストーリーズに投稿しました。そこには僕の人生のドラマ、早く次のエピソードを公開してくださいと次回作を待ちきれないテテの可愛らしいコメントも。また、投稿した画像に写されたのは、With You が流れているシーンだったそう。親友ジミンとの絆にほっこりしますね。いろんな人の視点から、いろんな人の人生が描かれているヒューマンドラマにハマっているという点も、なんだかテテらしく感じてしまいます。ジョングク25、21。最後にジョングクがハマったのが25、21。舞台は未曾有の経済危機に揺れる1998年の韓国。混乱の時代でフェンシング選手という夢を必死に追いかける少女と人生を立て直すべく懸命に働く青年が織りなす青春ドラマです。情熱、恋愛、友情、スポーツと駆け抜ける青春が目いっぱい描かれていて、笑って泣けるだけでなく、彼らの成長が若者にエールを送る作品になっています。中でも、夢を追う主人公の少女を演じるキム・テリさんの演技が素晴らしく、作品の世界観に引き込まれてしまうこと間違いなし。今作で百総芸術大賞最優秀女優賞を獲得したキム・テリさんは、以前インタビューで BTS のファンであることを明かしています。なんとアーミーだったんですね。自身が主演を務めるドラマをジョングクが見ているなんて、ちょっとすごすぎてよくわかりません。そんなジョングクは、視聴中の映像をインスタグラムのストーリーズにて投稿。こらえきれず、ふふふと笑う可愛らしい音声付きで、不意打ちを食らったアーミーも多いはず。25、21にすっかりハマった様子のジョングクは、ストーリーズを使ってアーミーの質問に答えていた時にも、ドラマのセリフを真似たりするチャーミングな姿を見せてくれていました。これはアーミーとして見ずにはいられませんね。まとめ。今回は BTS がハマった韓国ドラマについてまとめてみました。あなたが見たことのある作品はありましたか？アーミーなら BTS メンバーが見た作品、どれも見ておきたいですよね。これを機に、韓国ドラマの世界に浸るのもおすすめです。ハマっているドラマからは、それぞれのメンバーの趣味思考やらしさのようなものも伺えます。ドラマを見て感じたことは本人にしかわかりませんが、そういったものを想像しながら見てみるのも面白いかもしれませんね。